夏の暑さもようやく過ぎ去り、窓を開ければ心地よい空気が流れ込む快適な温度に包まれたリビング。そこには個性豊かな3姉妹が思い思いの時間を過ごす平和な光景が広がっていました。フローリングの床の上ではあんこが無防備にお腹を見せてゴロンゴロン。ひんやりとした感触がお気に入りなのでしょうか。その満足げな寝返りは心地よさを全身で物語っているようでした。一方、畳の上ではお餅ときなこがつかず離れずの距離でくつろいでいます。一見それは完璧な静寂と調和に満ちた時間に見えました。しかしこの2匹の間では目に見えない物語が静かに始まろうとしていたのです。最初は安全な距離を保つお餅ときなこ。しかし見えざる引力に導かれるようにじりじりとその距離は縮まっていくのです。それはまるで互いに引き合う惑星のよう。山嵐のジレンマとはまさにこのことかもしれません。寒さに凍える山嵐たちが暖を求めて身を寄せ合うと互いの針で傷つけてしまう。近づきたい、でも近づくと痛い。お餅ときなこは全身モフモフの毛でこのジレンマを体現しているのです。やがてお互いの毛が触れるか触れないかの絶妙な距離へ。いや、あまりのモフモフ具合にすでに触れているのかどうかすら定かではありません。そしてきなこの高性能な尻尾センサーがお餅を感知。静寂を破ったのは偶然触れたきなこの足でした。運命の接触が引き金となり、一瞬にして平和は崩壊。睨み合う2人。そしてこの尻尾の動き、まるで2本のワイパー。動きの速さは2匹の気持ちのバロメーターです。最後はきなこの重い一撃。運動神経が悪いきなこも怒らせると一番怖いのだ。喧嘩するほど仲が良いとはよく言ったもの。猫たちの間で繰り広げられる小競り合いは本気の威嚇やうなり声がなく、爪をしまった柔らかい猫パンチが交わされるプロレスごっこに近いものが多いです。これは彼女たちにとって互いの存在を確かめ、絆を深めるための大切なコミュニケーションなのかもしれません。まあでもうちの場合は結構本気モードで喧嘩していることもありますが、そして火花を散らしたかと思えば、次の瞬間には何事もなかったかのように毛づくろいを始める2人。この切り替えの速さこそ信頼関係の証です。もちろん子猫の頃はいつも体を寄せ合っていましたが、猫が成長して社会的に成熟するにつれ、一人の時間を大切にするようになるのはごく自然なこと。飼い主としては少し寂しく感じますが、彼女たちが自立した証でもあります。多頭飼いではそれぞれの猫が安心して過ごせるパーソナルスペースを確保することが平和を保つ秘訣。アメリカの詩人ロバート・フロストが「良い垣根が良い隣人を作る」と読んだように、猫たちの世界にも適切な距離感は必要です。食事の場所やトイレ、爪研ぎなどを猫の数以上に用意し、誰にも邪魔されない隠れ家を用意してあげることで無用な縄張り争いを避け、穏やかな関係を築きやすくなるでしょう。トイレの数は多頭飼いの場合、猫の数プラス1が良いと言われています。我が家でも本当はもう1個トイレを置きたいのですが、現状は3匹で3個配置しています。暑い夏が過ぎ去り、猫たちのお気に入りの場所も変化しました。お餅のお気に入りは
バリバリボールの上。日向ぼっこが気持ちよさそう。夏でもエアコンの効いた部屋で日向ぼっこしてたんだよね。猫はもともと体温を高く保つことを好む動物。太陽の光を浴びることで効率よく体を温めリラックスするのだとか。すごく気持ちよさそうですね。きなこは低めのキャットタワーの最上階。高すぎると怖いけど最上階には登りたい様子。きなこにとってはこの高さがちょうどいいのかな。でも高いキャットタワーにも登ります。ごく稀にですけどね。あんこは年中通してソファーの上がお気に入り。飼い主大好きなあんこは飼い主の匂いがついた場所が好きなのかな。ソファーに誰か座っているときは必ず飛び乗ってきます。こうして3匹はそれぞれの一等地で再び穏やかな午後のひとときを取り戻します。さっきまでのプロレスごっこの熱気はどこへやら。リビングにはまたひんやりとした秋風と猫たちの穏やかな寝息だけが満ちています。三者三様の定位置。それは互いの存在を認めつつ自分のテリトリーを尊重する彼女たちなりの平和協定の形。山嵐たちが互いを傷つけない最適な距離を見つけたように、この三姉妹も日々の小さな衝突と和解を繰り返しながら家族としての最適な心の距離を測り続けているのでしょう。そしてそんな個性的すぎる彼女たちを見守るこの時間こそが飼い主にとって何よりの癒しなのです。さて、みんながぐっすり眠っている間にそろそろ夕飯の準備でも始めましょうか。ご飯の準備の音が響き始める頃にはきっと3匹のうちの誰かが目覚め、キッチンにお腹すいたと訴えに来るに違いありません。その予測できるルーティンさえもが飼い主にとっては愛おしい日常の一部なのです。猫